はいどうも皆さんこんにちは。スターディの方のゲントです。今回ですね、予備知識なしたった30分で3平方の定理を完全マスター。3平方の定理といえばですね、中学数学の最後の山場じゃないですか。3平方の定理って聞くだけで結構ね、苦手意識持っちゃってる人多いと思うんですけど、もうね、この30分だけください。もうこの30分で全てね、もう中学数学で学ぶような内容を全部網羅したので、ぜひね、最後まで聞いてもらえたらいいかなと思います。ということで、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。完全版3平方の定理。大まかな目次はこんな感じですね。3平方の定理、三角定規、3平方の定理の逆と。でですね、初めに言うと、3平方の定理、ぶっちゃけ分かれば簡単です。で、次に三角定規。1番分かればめっちゃ簡単です。3番、めっちゃ簡単です。もうね、だからすんなりと、サクサクと進んでいきましょうね。まず三平方の定理の基本から。直角三角形がありますと。で、直角三角形の3辺の長さが A、B、C っていう風になってるとき、A2 乗足す B2 乗イコール C2 乗が成り立ってますよ。これが三平方の定理なんですね。この平方。平方って要は何かの2乗ってことじゃないですか。平方数ってありますよね。この平方が3つ A2 乗、B2 乗と C2 乗。この関係だから三平方の定理って言って、これは直角三角形があれば、直角三角形ね。これが超重要。直角三角形であれば、その3辺の長さはこういう式が成り立ってますよっていうことがわかると。よろしいでしょうか。で、このね、三平方の定理を使うときのポイントなんですけど、はい、ポイント一つ目。まず直角三角形を見つけると。ね。だって三平方の定理っていうのは直角三角形があって成り立つ定理なわけだから、まずね、直角三角形を見つけなきゃ話にならないと。で、次二つ目。2辺の長さが分かれば残りの長さも分かると。ね。A と B が分かれば C も求められるし、A と C が分かれば B も求められるしと。ね。こういう風に直角三角形を見つけた後に、その辺の長さで分かってるとこどこかなっていう風に考えていけば、残りの長さも求められるっていうことがポイントなんですね。はい。じゃあ実際に練習ですね。こちらの直角三角形、この X の長さを求めなさいって言われたら、まずこれ自体が直角三角形で、ね、2辺が分かってるわけだから、残りの長さも求められると。で、三平方の定理より、3の2乗足す4の2乗イコール X の2乗。ね、ここでね、ちょっと押さえておいてほしいのが、どこの部分がイコール C の2乗っていうふうに、2つ1つっていうふうに分かれてる中で、1つはどこかなっていうふうに考えたときに、ここ斜辺になってるんですね。斜辺。要は、一番長い辺。この一番長い辺がここに来てるよっていうことね。はい。だからこれも3の2乗足す4の2乗が一番長い x の2乗になってると。よって x の2乗イコール、これ9足す16で25っていう風になるわけですね。で、これで x イコール5っていうのがわかるんですけど、これだけだったら x イコールプラスマイナス5になっちゃいますよね。ということで、辺の長さは絶対0より大きいっていうのは当たり前だから、よりっていうのを入れて x イコール5っていうのがわかると。こんな感じでわかるわけです。じゃあ次。この三角形で13、12ってなった時、この x の値を求めなさいと。で、これも結局直角三角形なわけだから、で、2辺分かってるから残り1辺分かるよねと。三平方の定理を使う。で、こういう風に立てるわけなんだけど、どこの2乗足すどこの2乗がどこの2乗になってるのかなっていうのは、結局ですね、この一番長い斜辺の部分が1個。で、残りの2つがこの12の2乗と x の2乗と。ということで、x の2乗は13の2乗引く12の2乗になって、これ169引く144で25っていうふうに求めてもよし、はたまたこれ和と差の積でね、13たす12と13引く12の積っていうふうに見てあげて25を導くのも OK です。で、あとは同じように x が0より大きいので x イコール5と。こういうふうにできると。じゃあもうちょいね、サクサクって言っていきましょう。例えば、長方形があると。で、2辺がね、4と6、縦が4、横が6という長方形があったときに、その対角線の長さを求めなさいっていうふうに言われたら、どういうふうに考えていくか。これもですね、結局三平方の定理なんですけど、直角三角形を見つけてあげてください。直角三角形、ここにありますね。これ直角三角形。で、直角三角形があるってことは、そのうちの2辺がね、わかるわけだから、ここの1辺も当然わかる。これは対角線ですよね。だから求めたい対角線を x とすると、x の2乗、この斜辺イコール、一番長いところの2乗イコール4の2乗足す6の2乗と。これ計算すると、16足す36で52。
ということで、x が0より大きいから x はルート52。これね、ルートの計算で2ルート13っていう風に変形してあげてください。2ルート13が対角線の長さです。で、もう一つね。はい、今、ひし形がありますと。で、2つの対角線の長さが8と12。こうなってるとき、ひし形の一辺の長さを求めなさいっていう問題があった場合、これも全く一緒ですよね。直角三角形を見つけてあげる。で、ひし形のね、特徴として、この対角線が直行するんですね。ここ直角と。それを使うと、あ、直角三角形ここにね、4つあるじゃんっていうことがわかるわけなんですよ。そのうちのね、1個考えてあげれば、結局この2辺は4と6。この8の半分で4。ここの12の半分で6っていうことがわかるので、これでね、三平方の定理。ここ x ってやってあげると x の2乗イコール4の2乗足す6の2乗。結局これと同じ式が立つと。だから x イコール2ルート13っていうのは分かるわけですね。よろしいでしょうか。もう直角三角形を見つけて、一番長いところの2乗が残りの2乗足す残りの2乗っていうふうに考えれば一発ですよね。よくあるね、応用問題として、この x の長さを求めなさいっていう問題があると思うんですけど、ここね、まず直角三角形、直角が2つありますよね。すなわち、ここにね、直角三角形があって、ここにも直角三角形があるんですよ。これを使ってあげれば、x は一瞬で求められると。要は、ちょっとね、A、B、C とか置いてあげると、この三角形 ABC に着目してあげると、2辺が分かってる直角三角形。ってことは BC の長さも分かる。BC が分かれば、ここの直角三角形見て2辺が分かってるんだから残りも分かるに決まってるっていう話なんですね。はい。ということで BC を1回求めてあげようと。BC の2乗っていうものが2の2乗足す3の2乗になって、BC の2乗が13と。はい。BC の2乗が13。だから BC はルート13になるんですけど、ね、BC イコールルート13っていうのは挟まなくても OK っていうのも、結局、ここで三平方を使うときは、x の2乗、斜辺の2乗ね、イコールこれの2乗足すこれの2乗。2の2乗は4。で、BC の2乗が13って、これをそのまま持ってこれるからね。足す13と。で、17になるわけで、x が0より大きいから、x はルート17だよっていうことがわかると。こんな感じでサクサクと三平方の定理の問題が解けるというわけなんですね。じゃあ次にですね、三平方の定理といえば、円が欠かせないと。なぜ円が欠かせないかっていうと、円はね、垂直が多いんですよ。具体的には、円っていうのは中心とね、線を結んであげるとうまくいくことが多いんですね。で、中心と線をね、うまくね、結んでいる。補助線ですね。補助線引いてあげたときに、こう垂直がね、たくさん出てくるよっていうことがポイントなんですね。例えば、円 O がありますと。で、点 A ね、から、こう、接線を引きました。で、この OA の長さが10で、A からこの接点、H としましょう。AH の長さが8。この時に、この半径 R を求めてください。半径 R ね。を求めてくださいって問題があったとします。これね、どういうふうに考えていけばいいかっていうと、これもう補助線引いてあるんですけど、円ね、めちゃくちゃ垂直が多い。どこかっていうと、ここなんですよ。要は、接線があったとします。円に接線があったときに、これ中心からこの接点に引いてあげると、ここにね、ここに垂直が出てくるんですね。ここが垂直だと。っていうことを使ってあげると、このね、OH と AH、これ当然垂直になりますよね。で、垂直があると、直角三角形が出てくるんですよ。はい。ここに直角三角形がある。もうこれで勝ちですよね。直角三角形があれば三平方の定理が使えると。これ10と8と2辺が分かってるから残りの1辺。これ半径なんですけどね。半径 R が求められると。実際三平方の定理立てると、斜辺の2乗が、R の2乗足す8の2乗。残りの2辺の2乗足す2乗と。これ絶対ね、R 足す8の2乗とかやっちゃダメですよ。R の2乗足す8の2乗。これは一応注意しておいてください。で、R の2乗が10の2乗引く8の2乗になって、100-64だから36ですね。もちろん、和と差の積で 2×10-8×10 足す8で 2×18 で36でも OK。で、当然 R は長さだから R は0より大きいので R イコール6と。この半径は6だよってことは分かるという感じなんですね。はい。だから円は垂直が多い。もう一問やりましょう。円があります。で、ここにね、弦があるんですよ、弦が。で、ここの長さが8で、この弦から中心 O までの距離が3ですよっていうふうに言われたときに、この円の半径を求めなさいっていう問題があった場合、どうやって考えていけばいいか。これですね、結局弦からですね、中心からピッと下ろしてあげたものは、これ垂線ですよね。で、これ垂線になっていて、かつこれが2等分されている。これがポイント。そうすると、三平方の定理。大事なのは直角三角形をまず見つけてあげること。こ
こに直角三角形があるじゃないかと。で、この半径を求めたいわけなんだけど、3とここも分かりますよね。これ8の半分で4っていうことが分かるから、r の2乗もすぐ分かる。3の2乗足す4の2乗と、斜辺の2乗が3の2乗足す4の2乗。こんな感じ。三辺音の定理は直角三角形があったときに2辺が分かれば残り1辺も求められるよねっていうだけの式ですよ。はい。だから何も難しいことはない。で、r の2乗は25になって、r が0より大きいので、r イコール5と。はい、こんな感じ。で、これちょっとね、話ずれるんですけど、円はこんな感じで、有名なね、直角三角形っていうのがあって、こういう形ね、3対4対5。3対4対5のものだったり、5対12対13。こういうものが直角三角形になってるよっていうことは結構有名なものなので、もう覚えちゃっていいかなと思います。実際ね、3の2乗足す4の2乗、5の2乗足し、5の2乗足す12の2乗は13の2乗になってる。これは各自確認してもらえば OK です。有名だからそのまんまね、3対4対5、5対12対13。もう3回ぐらい言えばね、覚えられるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次、立体絡みの三辺の定理。これも簡単です。大丈夫。立体、結局平面と同じなんですよ。要は立体ってどういうものかっていうと、例えば、縦横ね、高さ、縦横高さか。の部分がそれぞれ3、4、5っていう風になってるとき、こういう直方体があるときに、直方体ね、この対角線の長さを求めなさいっていう問題があったとします。これどういう風に考えていけばいいかってことなんですけど、これ基本的に立体の問題全般に言える話があって、はい。立体のままだとうまく捉えられないよとごちゃごちゃって、わかんない。だからうまく平面に落とし込め。これがもう鉄則なんですね。もうすべての問題基本的にこれで OK。じゃあうまく平面に落とし込むわけなんですけど、このね、ぷかーって浮いてる対角線。これをこういうふうに考えると。はい。こんな感じ。要は、ここのね、部分、長方形になるじゃないですか。スパーって切ってあげると。で、この長方形の対角線の長さっていうふうに見てあげることによって、分かりやすくなると。要は、このね、長方形の対角線の長さっていうふうに考えてあげれば、結局、ここのね、ここの長さが分かれば、3が分かって、ここの長さが分かって、この斜辺。対角線ですね。求めたい対角線。っていうふうになるわけですよ。こういうことね。3と、この部分が求めたい長さと。じゃあ、あとはここの部分求めればいいじゃんってことですよね。ここ直角だから。で、ここの部分求めるためには、ここの長方形、下のね、底面を見てあげることによって、4、5の長方形の対角線の長さっていうふうに言えるわけですよ。A だとすると、はい、こんな感じになると。だから、この4、5からこの A を求めてあげて、A3 で X が分かると。こういうふうにうまく平面に落とし込んであげることによってすんなりいくよねと。実際 A の2乗はこれ4の2乗足す5の2乗になるわけですね。で、そうすると X の2乗っていうのは3の2乗足す A の2乗なわけなんだけど、A の2乗っていうのは4の2乗足す5の2乗だよっていうことがわかる。こんな感じ。よって、X の2乗はこれ50になるんですね、計算したら。で、X は0より大きいから X イコール5ルート2っていうのが求められると、こんな感じ。一般的に縦横高さのね、長さが A、B、C になっていれば、こんな感じで対角線長さ X の2乗は A の2乗足す B の2乗足す C の2乗になってるっていうことが言えるんですね。でもこれはちゃんと理屈から理解しておいてください。で、もう一問だけね、立体に関する問題。はい。こういうふうに円錐がありますと、円錐の母線の長さは5。で、底面の半径が3。この時、この体積はという問題があった場合、どうやって考えていくか。これですね、どういうふうに考えればいいかというと、底面積わかるな。円錐のね、体積自体、底面積かける高さかける3分の1でも求められるじゃないですか。ってことは底面積わかるな。じゃあ高さわかんなきゃいけないのか。高さどうやって求めればいいんだっていうところにたどり着くわけですよ。こんな感じで何を求めればいいんだろうなって考える。この高さ h を求めてあげたいわけなんですけど、ここで三平方定理が活躍する。これ直角三角形を見つけてあげれば、5、3でこの h っていう風になるわけじゃないですか。これはですね、3対4対5の三角形だから、直角三角形だから一発で h イコール4ってわかるんですけど、一応丁寧に書くと、5の2乗が h の2乗足す3の2乗になっていて、h の2乗は5の2乗引く3の2乗で16。で、h が0より大きいから h は4というのが分かるわけですね。で、高さが分かれば、あとは底面積。3の2乗かけ π ですね。π かけ3の2乗かける高さ4と。これ高さね。で、かける3分の1と。これ錐体だからね。で、これで 12π っていうことが分かるわけですね。よろしいでしょうか。
こんな感じで立体も結局平面に落とし込めばいいわけで、平面に落とし込んだ時に直角三角形どこにあるかなって考えれば三平方の定理使えるわけなんですよ。もうこれがもう立体における三平方の定理。終わり。次。はい。座標における三平方の定理。これも簡単ですね。はい。もうやることは一つで、簡単に言うと点と点の距離を求めたいと。XY 座標があって、で、点 A11、11の点 A と32の点 B、この距離を求めなさいと。これじゃあ、ラージ L だとします。このラージ L の長さを求めなさいっていうふうに言われた場合、どういうふうに考えていくか。これも結局ですね、斜めになってるわけなんだけど、これをいかに直角三角形に落とし込んであげるかがポイント。これはすごく簡単で、こういう直角三角形を見つけてあげればいいわけですね。要は X 軸に平行な線と Y 軸に平行な線で直角三角形を作ってあげれば終わり。そうすると、ここの長さが2になって、ここの長さが1になって L。結局 L の2乗っていうのが2の2乗足す1の2乗イコール5ってなるから L はルート5と。こういうふうに求めることができるわけです。座標本当にこれだけ。結局、X 座標のね、こういうふうに X 軸に平行なのと Y 軸に平行な線を引いてあげることによって何がわかるかっていうと、2点、何でもいいよ。PQ だった場合、こういう直角三角形が作れるわけで、X 座標の差。はい。2点 PQ のね、この直角三角形の2辺が X 座標の差と Y 座標の差っていう風になるわけだから、結局ね、ここで三平方の定理が使えて、この PQ の長さ、ラージ L は、L の2乗イコール、X 座標の差の2乗足す Y 座標の差の2乗っていうことがわかるわけです。これ練習問題ね。はい。点 -1、2と点 -3、-1の距離はっていう風に言われるわけなんですけど、これね、X 座標の差と Y 座標の差っていうものを考えてあげれば終わり。X 座標の差は、-1と-3の差は2ですよね。で、Y 座標の差、2と-1の差は3ですよね。-1からと2ね。-1、0、1、2ですよね。だから、差はこれ2と3なわけですよ。っていうことは、距離 L の2乗っていうものは2の2乗足す3の2乗っていう風になって、これ13だから、L イコールルート13。こういう風に求めることができる。簡単ですよね。三平方定理の応用。じゃあ次ですね。ようやく三平方の定理の基本が入ったということで、もうここまでは大丈夫ですかね。まとめると、三平方の定理は直角三角形を見つけて2辺が分かれば残り1辺が分かるよっていうだけの式。はい。じゃあここから三角定規と。三角定規、小学校の時やったよって話ですよね。もう超簡単。小学校の延長って考えてもらっても大丈夫かな。三角定規っていうのは何があったかというと、この2つのパターンですね。45度、45度直角か30度、60度直角。この2パターンあったと。で、このね、三角定規型、実はもう長さの比がわかるんですね。どういうことかっていうと、ここの長さが1の場合だったり、ここの長さが1の場合に残りのね、長さがわかると。もうこのね、長さの比は覚えちゃいましょうと。これ1の場合、ここ1でこうルート2。要は、1対1対ルート2型っていう風になるわけなんですね。あとこっちはですね、1対ルート3対2、2対ルート3対1とか2対1対ルート3とかね、いろんな言い方あるんですけど、何でも OK。個人的には2対1対ルート3型で覚えてますね。っていうのがあるんだってことはまず押さえておきましょう。で、これどういう風に導かれるかっていうと簡単で、まずこれね、45度、45度、90度の方は、これ正方形を半分に割ったものっていう風に見れるわけですよ。正方形を半分にスパーって割ったら、これになると。結局ですね、それを考えてあげると、1、1、ここになりますね。これ同じ長さ。で、さらにここの部分も、1の2乗足す1の2乗がこれの2乗になるわけだから、これの2乗は2で、ルート2と。こういうふうにサクッとわかる。だからこれ1対1対ルート2をなしてるんですよ。この三角定規のね、長さの比は。こっちの三角定規の長さの比はどういうふうに見てあげるかというと、はい。これ正三角形の半分っていうふうに見てあげるんですね。60度、60度、60度をここでスパーって切ってあげたもの。つまり、これね、1の時、ここ1になるわけで、正三角形の一辺の長さは2なんですよね。だからここ2になると。これが分かれば、2、1でここの長さ求められると。1の2乗足すこれの2乗の和が2の2乗になるから、これの2乗っていうのは4-1ですよね。だから3でルート3と。だからこれ2対1対ルート3型になるというわけなんですね。
これはもう覚えちゃいましょう。で、理屈まで含めて覚えましょう。正方形の半分、1対1対ルート2。これは正三角形の半分。だからここが1対2になって、そこからここがルート3っていうのが導かれる。もうこの流れはもう品質。で、何が大事かって、入試ではね、45度とか30度とか60度とか、こういったものを見つけたら、とにかくもうこういう有名角ね。有名角30度、45度、60度があったら直角三角形を作りに行こう。もうこれで全て決まるというわけなんですね。はい。実際ね、例題見ていきましょう。はい、問題。三角形があって、この角度が45度。ここの挟む2辺が4ルート2、7の時、この x の長さを求めるという問題があった場合、もうね、これ45度ありますよね。もうこの時点で直角三角形を作りに行けと、これ垂線を下ろしてあげることによって、ここの部分に三角定規が出来上がるわけですよ。こう、三角定規。直角45度、45度の三角定規が出来上がる。もうこれで勝ち。それによって、この部分が1対1対ルート2の比になってると。ね。1対1対ルート2ですよね。1対1対ルート2の形になってるから、この長さが4ルート2のルート2分の1倍。4、4というのがすぐにわかるわけなんですよ。ね。1対1対ルート2になってるでしょ ?4 対4対4ルート2。ということから、この長さが3っていうことが分かって、この x、この直角三角形で三平方の定理使ってあげれば3対4対5っていうことが分かりますよっていう。こういう感じですんなり求めることができる。じゃあ次ね、ちょっと応用問題なんですけど、はい、問題。120度ね。この角度が120度で60だったとき、この x の長さを求めなさいっていう問題があった場合、どういうふうに考えていけばいいのか。これですね、120度、有名角じゃないなって思うんですけど、120度もですね、実質有名角と一緒。なぜかっていうと、これ伸ばしてあげると、ここに60度があるから、これがすごく重要。そうするとですね、60度があるんだから、直角三角形を作りに行け。終わり。ここね、垂線を下ろしてあげれば、ここ直角三角形になりますよね。で、しかも今回は2対1対ルート3型ですね。これ、2対1対ルート3型。これ、ここにね、薄く、正三角形の半分だっていうのが見えればいい。そうするとこれ一辺長さが6だから、このところは2対1対、この2分の1で、1対ルート3だからここ3ルート3っていうのが分かると。よろしいでしょうか。そうすると、この x の部分は、ここの直角三角形で三平方の定理見てあげればよくて、3ルート3、13x。だから x の2乗は3ルート3の2乗と、足す13の2乗と、これ27足す169になって196ですね。で、x が0より大きいから、x はルート196なんですけど、これ14なんですね。はい。これはしっかり探してあげてみてください。こんな感じでサクサクっていう風に求めることができるわけです。もうこれね、すべて1対1対ルート2型と2対1対ルート3型、この理屈を押さえた上で、この有名角30度、45度、60度があったら直角三角形を作りに行けば OK。これだけ。じゃあ、こんな感じで最後、三平方の定理の逆ですね。これは何も難しいことはなくて、はい、三角形があって、その三辺がね、ABC だとします。で、この三角形 ABC が A2 乗足す B2 乗イコール C2 乗が成り立ってるんだったら、ここも90度になるよね。各 C は90度の直角三角形ですよっていうのが三平方の定理の逆なんですよ。もうこれだけ。何があるのって話なんですけど、これよくよく考えてみると、各 C イコール90度の直角三角形だったら A2 乗足す B2 乗イコール C2 乗っていうことが今まで言えてただけで、その逆はね、まだ分かんなかったわけですよ。ね、各 C が90度の直角三角形だったら、この A2 乗足す B2 乗イコール C2 乗っていう関係に成り立ってるよ。なるほど。じゃあ一方で A2 乗足す B2 乗イコール C2 乗だったらどうなのって言われたら、それは、これは逆にこの場合は各 C イコール90度の直角三角形になってるっていうことは逆にも言えるんですよっていうのがこのね重要なポイント。これは要は直角であることを示しなさいっていう問題でよく出てくるわけですね。具体例。はい。ここね、三辺が2、3、ルート13の三角形があったとき、この角度何度っていうふうに言われたときに、90度なんですけど、これはですね、三辺が分かってるわけだから、2の2乗足す3の2乗っていうものを計算してあげると、ね、これの2乗足すこれの2乗。これ計算すると4足す9で13ですよね。ということで、これの2乗になってるんですよ。ということで、はい。結局、これ三平方の定理の逆よりっていうことを一言入れると。はい。三平方の定理の逆より x は90度っていうことがわかると。これだけですね。もうサクッと。めちゃくちゃ簡単。じゃあ、1問ね、例題やっていきましょう。
3.A11B2-1C40 三角形 ABC はどんな三角形っていう問題ですね。はい、ABC があると。これどういうふうに考えていけばいいかというと、これね、それぞれの辺の長さを求めていけばいいんですね。AB の2乗はって言われたら、これ A と B の X 座標の差の2乗と Y 座標の差の2乗を考えてあげればいい。X 座標の差は1、Y 座標の差は2。だから1の2乗足す2の2乗ですね。で、5。で次 BC の2乗はって言われたら、X 座標の差は2、Y 座標の差は1。だから2の2乗足す1の2乗。で、CA の2乗はって言われたら、X 座標の差は3ですね。Y 座標の差は1と。だから3の2乗足す1の2乗で10と。こういうふうになってるわけなんですよ。そうすると、これね、AB の2乗足す BC の2乗イコール CA の2乗、5足す5は10になってますよね。ということで、これ三平方の定理の逆より、これ直角だし、さらに言うと AB の2乗と BC の2乗が同じだから、AB と BC 同じなんですよ、長さ。ということで、はい、角 B イコール90度、BA イコール BC の直角二等辺三角形だっていうことが言えるというわけなんですね。はい。こんな感じで三平方の定理の逆、直角っていうことをしっかりと示すもの。これが直角三角形だよっていうことを示すために、これの2乗足すこれの2乗イコールこれの2乗っていうことを計算して示していくっていうだけの問題ですね。よろしいでしょうか。こんな感じで三平方の定理、もうすべてね、もう中学で学ぶ内容すべて押さえたんですけど、最後に応用問題ですね。最後に1問。この三角形 ABC の面積を求めなさいっていう問題があったとします。これどういうふうに求めていけばいいかっていう問題なんですね。三平方の定理の単元だから三平方の定理使うんだろうなってことなんですけど、どう使っていくか。これが大事。結局三角形 ABC の面積を求めたいわけだから、底辺かける高さが2分の1なんですよ。はい。じゃあ、ここを底辺としてあげると、高さってどこかなってなった時に、これ水線を下ろしますよね。ここが H と、ここを求めてあげたいわけなんですよ。よろしいでしょうか。ね。で、あとはどういうふうに求めてあげればいいのかな、この H だよなっていうふうになるんですけど、ここでしっかりと見てあげなきゃいけないのが、ここに直角三角形、ここに直角三角形あるわけだから、はい、ここの直角三角形とここの直角三角形、それぞれで三平方の定理が使えるってことなんですね。それをうまくやってあげる。で、今回2辺分かって残り1辺分かるっていうタイプじゃないんですよ。7H でも、でもこれ分かんないから H 分かんないし、これ分かんないしっていう時、そういった時にどういうふうに考えていけばいいかというと、文字で置く。ここを X と置くと、ここ 6-X になりますよね。ここ6なわけだから、6から X を引くと。こういうふうに文字で置いてあげることによって式を立てていくっていうパターンなんですね。こうすると、これ三平方の定理立てるとき、h2 乗足す x2 乗イコール47の2乗、h の2乗足す 6-x の2乗イコール5の2乗っていう2つの式が立てられるわけなんですよ。この2つの式を立てるよりも、h っていうものを返してるなっていうことから、こういうふうに書いてあげると、よりね、パッとスムーズにできるんじゃないかなと思います。この三角形 ABH で三平方の定理を使うと、h2 乗足す x2 乗イコール49。すなわち、h の2乗っていうのはこれの2乗引くこれの2乗ですよね。だから49引く x の2乗。っていうのが三角形 ABH ね。での三平方の定理。同じように三角形 ACH で三平方の定理使うと、h の2乗っていうのはこれの2乗引くこれの2乗っていうふうに言えますよね。だから25引く6引く x の2乗と。だから、結局、この2つからね、これイコールこれってことが言えると。この 6-x の2乗を展開もしちゃうと、こういう風にできる。で、あとはこれを解いてあげればいいですよね。これね、マイナス x2 乗がここで消えるんですよ。これプラスじゃんって言ったら、こうマイナスがね、消えてくれる。ということで、12x。これ 12x でマイナスマイナス 12x っていうのが 25-36。これこっちに移行すると、60になるわけですね。はい。ということで、より x イコール5と。こういうふうに求めることができるわけです。やってることは、ここで三平方の定理、ここで三平方の定理使うために、ここに文字 x って置いて、この x を求めてあげたと。もう x が分かれば、ここで三平方の定理使えますよね。h の2乗イコール、ここ5で、ここ1で、こっちで使った方が簡単かな。5の2乗引く1の2乗で24と。より h は2ルート6になるわけですね。h イコールルート24で2ルート6。で、高さがわかるから、面積、S としましょう。は、底辺かける高さかける2分の1と。これ計算して6ルート6になるよという話でした。よろしいでしょうか。こんな感じですね。
ちょっとね、三辺だけが与えられた場合でも、ちゃんと水線を下ろして三辺の定理を使ってあげることによって高さ、あと面積も求めることができるわけなんです。こんな感じで、この問題ね、結構品質なので、しっかりと復習してもらえれば、もう三平方の定理バッチリだと思います。というわけで、まとめ。三平方の定理。基本は大丈夫ですね。で、次三角定規。1対1対ルート2と、1対2対ルート3あったなと。で、三平方の定理の逆。この逆の方も成り立ってるんだな。これだけ押さえれば、もうバッチリです。というわけで、三平方の定理バーっと見てきたわけなんですけど、実際ね、自分の手で動かして、なんだ、三平方の定理めっちゃ簡単じゃんっていうね、風に思ってもらえたらいいかなと思います。もし三平方の定理分かったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントにこういう動画撮ってほしいっていうのを残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。